こんにちは、のすけです。前回の動画、ラジエーターの半分しか使っていない問題。たくさんのコメントありがとうございました。で、ノベックの流れが偏ってしまう原因。何人かの方のコメントにもあったように、ラジエータ内の圧力がアンバランスしたのだと思います。どういうことかというと、当初、ラジエーターの左右で流量は等しく、均等に凝縮、体積の減少、圧力が低下をしていますが、何かしらのきっかけにより、左右で圧力のアンバランスが発生すると、ポンプのような効果により、アンバランスが助長される。なんだと思います。ということで、対策として考えたのが、分岐させなければいいんじゃないか？正確に言うならば、もっと大元。水枕の時点で分岐させればいいんじゃないか。ということで、また水枕の作り直し。で、やっぱり 3D プリント召喚には失敗するのである。サポート材が太りすぎて密着、剥がれない地獄。透明レジンのサポート材の設定は鬼門なのである。仕方がないので、ノコギリで切断。サポート材、密度を減らすとプリント中に剥離するし、高密度だと密着して剥がすのが大変に。太さとか、接点の大きさとか色々試してみましたが、なかなか良い設定が見つかりません。良いアイデアがあったらコメントお願いします。卓上フライス板で平面を出して、ダイヤモンドの砥石で表面仕上げ。レジンは割れやすいので、表面はアクリルの板で補強を。今回は少しでも涼しさを醸し出すために、限りなく透明に近いブルーにしてみました。適当な大きさに切って、ネジの場所に穴開け。紫外線効果のレジンで接着します。フィルターなどで形を整えて、タップでネジを切り直せば、水枕パート4の完成です。薄いブルーが涼しげでいい感じ。横から見るとサイダーゼリーみたいで美味しそうです。前回のノベックちゃんを分解していきます。1ヶ月ほど放置しましたが圧力はマイナス 50kPa を維持。バイトンのオーリングなど、使用している素材に、問題はなさそうです。ノベックを回収して、分解。水枕にひびなどもないようです。このレジン、ノベックにも不圧にも耐えています。新しい水枕を合体。デスクミニに組み付け。寸法が異なるので、PMMA の配管は新作です。漏れチェック。もうお漏らしはしないのすけなのである。そういえば、たくさんいただいたコメントの中に、空気の流れを考えて、ラジエーターを横置きにした方が、というのがありましたが、今回も縦置きのまま行こうと思います。確かに横置きの方がエアフローは良さそうですが、ラジエーターを支える台など作らなくちゃいけないので。あと、机の上に乗せたら邪魔そうだし。一応、メインマシンにするつもり。ノベックを真空引き。そういえば、ノベックの在庫がちと心配。予備が1本ありますが、もうどこにも売ってない。ノベック7100を見かけた方は、ご一報をお願いします。配管内の圧力はマイナス 60kPa、左右の液面はほとんど同じです。いざテスト開始。スイッチ、オン。8倍速。無問題で起動。ラジエーターの温度はこんな感じ、24度ぐらいです。CPU の温度はだいたい45度ぐらい。負荷をかけてみましょう。なかなか沸騰しないぞ。1倍速。突出した。こんなこともあるんですね。左右とも良い勢いで流れている。今のところ偏りはなしだ。16倍速。だいたい1分経過。少しラジエーター左側の温度が高くなってきたか？CPU の温度は86度ぐらいでサチュレートしたようだ。配管の圧力はマイナス 40kPa まで上昇。
倍速。ラジエーターの左側は35度、右側は28度。パイプの流れも左側の勢いが強い。これは明らかに偏っている。残念だが、対策は失敗したようだ。水枕から配管を3つに分けてもアンバランスする。他に圧力をバランスさせる良いアイデアはないものか。はい、こんなこともあろうかと、バックアップを用意しておきました。緊圧パイプ。これでラジエーターの右左をつなげれば、圧力がバランスするはず。取り付け完了。ネジの関係で圧力計があっち向いてホイしていますが、気にしないでください。圧力はマイナス 60kPa に調整済みです。ラジエーターの左右で圧力がバランスしているので、液面は同じ高さに一致しています。これは効果は抜群の予感。早速、スイッチオン。16倍速。今回はすぐに気泡が出始めたぞ。ラジエーターの温度は25度。CPU の温度は45度ぐらい。早速、負荷をかけてみません。約1分経過。ラジエーターの温度は左右で同じぐらいだ。約3分経過。まだ偏りはなさそう。左右で同じぐらいの温度。約5分経過。1倍速。ラジエーターの温度はほとんど同じ。沸騰も左右で同じぐらい。これはバランスしていると言っていいんじゃないか？つまり目標は達成されたわけである。なお、温度は86度、ほとんど変わらなかった。でも、いいんです。左右均等って、なんか気持ちがいいじゃないですか。水枕から伸びるツインチューブ、沸騰の気泡とエアリフトポンプによる循環。唯一無二の姿だけがのすけの心を満たすのである。ということで、約半年続いた沸騰冷却 PC シリーズ。これにてフィナーレ、なのである。今後はこれをメイン PC としてしよう。と、思ったのですが、デスクミニに Ryzen 5700G では貧弱すぐる。インターネットの情報によると、Ryzen 7000バンダイ対応の、デスクミニ X600 が準備中らしい。これいつ出るんですか？もしくは、デスクミニを待つのは諦めて、ITX ぐらいの大きさでグラボも沸騰冷却を目指すか。いずれにしても最新の Ryzen 7000バンダイに、沸騰冷却は通用するのかは気になるところ。今後の方針について、ぜひコメントをお願いします。ということで、チャンネル登録して続報を待たれよなのである。